ザ・ラスト・トレイル、ビニース・ザ・ラスト・ホライズン、ケース、サイレント・セトルメント、エピソード7、ノー・ホーム・トゥ・リターン・トゥ、第7話、戻れない家。ハッチを閉じた後もノラレンはすぐには動けなかった。泥に覆われた古い金属の蓋。その下にはマーラ・バンスがいる。赤い線を追い、誰も戻ってこなかった地下へ降りていった。移動裏に残されたのはノラ一人だった。ノラは震える手で板材を元の位置へ戻した。割れた桶、湿った布、泥を吸った木箱。一つずつできるだけ音を立てずに動かしていく。板材や桶は入り口そのものを隠すためのものではない。グレーウェルの住民はその下に何があるのか知っている。ただ誰も触れず、誰も開けず、存在しないものとして扱ってきただけだった。ノラが隠そうとしているのはハッチの存在ではない。今夜誰かがここを開けた証拠だった。マーラが工具を差し込んだくぼみに土を詰める。ハッチの縁に残った新しい傷を泥で覆う。蓋を動かした際に剥がれた錆を拾い、排水路の泥へ沈める。完全に元通りにはできない。それでも開けられたと断定できる痕跡だけは残さない。最後の板材を戻した時だった。地下の奥で銃声が鳴った。直接耳に届いたわけではない。地面が短く震えた。井戸の縁に残る錆びた金具がかすかになった。マーラ。返事はない。厚い金属と旧施設の壁が二人を隔てている。地下を流れる空気の音が変わった。吸う、止まる、吐く。低く湿った息が井戸の底から這い上がってくる。グルームモー、夜の口。その音に重なるように別の足音が近づいてきた。一つではない。二人、いや、三人。一定の間隔を保ち、迷うことなく井戸裏へ向かっている。慌てて走る足音ではなかった。地下の異変を確かめに来る者たちの足音だった。通りの壁に細い白い光が走った。フラッシュライト。一本目の光が井戸の縁をなぞる。遅れてもう一本。地面、壁、木箱、物陰。光はまっすぐハッチのある場所へ近づいていた。ノラは走らなかった。今走れば見つかる。足音を立てれば光がこちらを向く。彼女は井戸裏の壁に身を寄せ、地下の呼吸音に意識を集中した。吸う、止まる、吐く。施設が大きく息を吐いた瞬間、配管が震えた。井戸の金具が鳴った。湿った空気が地上へ押し出された。ノラはその音に自分の一歩を重ねた。一歩、止まる。次の呼吸を待つ。もう一歩。マーナが地下へ降りる前に言った言葉が頭に残っていた。誰かが来たらここを元通りに見せる。できる？ノラはできる。と答えた。ならばここで止まるわけにはいかなかった。井戸川だ。さっき下で何か鳴った。鐘の後に音が変わった。ハッチを確認しろ。男たちの声が近づく。ノラは井戸裏から伸びる細い排水路へ身を滑り込ませた。水は足首ほどの深さしかない。冷たい泥水が靴の中へ入る。だが石畳を走るよりはいい。足跡も残りにくい。フラッシュライトの光が先ほどまでノラがいた壁を照らした。あと数秒遅ければ見つかっていた。ノラは排水路の低い壁に身を伏せる。男たちが板材をどかす音が聞こえた。蓋は閉じている。縁を見ろ。新しい傷は？泥が新しい。だが開けられたとは断定できない。誰かが触った可能性はある。ノラは息を止めた。ハッチの存在を知られたわけではない。最初から知られている。問題は今夜そこへ触れた者がいたと気づかれることだった。近くの家を確認しよう。
配達人の宿もだ。金の後、外に出た者がいないか調べる。わかった。フラッシュライトの光が分かれた。1本はハッチの周囲に残る。2本は通りへ戻っていく。周辺の家とマーラに割り当てられた宿を確認するために。ノラは動けなかった。自分の家も調べられる。中に誰もいなければすぐに分かる。マーラの宿にも誰もいない。2人の不在が同時に判明すれば井戸裏の異変と結びつけられる。まだ見つかってはいない。だが戻る場所はもう残されていなかった。ノラは泥水の中でゆっくりと顔を上げた。排水路の先、集落の外れ。夜には誰も使わない古い共同洗濯小屋。ノラは幼い頃からグレーウェルで暮らしていた。子供の頃、壊れた水桶を取りに行かされ、あの洗濯小屋へ何度も入ったことがある。床下には人一人が身を隠せる空間があった。あそこなら。恐怖は消えていない。だがノラは前へ進んだ。施設が息を吐くたびに一歩、また一歩。恐怖より先に動くことを選んだ。赤い線の先で古い扉が開いていた。民間居住区戻り経路、居住区連絡リフト。マーラはセンチネルを低く構えたまま扉の向こうへ進んだ。短い通路、錆びた手すり、壁を這う古い配線。その先に小型の昇降機があった。大勢の人間を運ぶためのものではない。2人か3人、あるいは人や荷物を地上と地下の間で移すための古い設備だった。昇降機の床には赤黒い筋が残っていた。壁際には錆びた運搬台。車輪には布の繊維と泥が絡みついている。マーラは床にしゃがみ、手袋をした指を近づけた。血と鉄の匂い。だが、ここで誰かが争った形跡はない。床に残った血の筋は昇降機の奥から地下通路の側へ伸びていた。血はここで流れたのではない。地上から何かと一緒に運ばれてきたものだった。地下から何かを出すためじゃない。地上から人を下へ送るための昇降機ね。何を運ぶための設備なのか、そう考える必要はなかった。誰を運んだのか、黒い線が餌場へ続いていたことを考えれば答えは一つしかなかった。マーラは昇降機の始動レバーへ手を伸ばした。だがすぐには動かさない。壁の配管へ手を当てる。かすかな振動、水の流れ。地下施設が次に息を吐く瞬間を待つ。ツー、止まる。配管の奥で圧力が膨らんでいく。そして施設全体が大きく息を吐いた。水が流れる。古いバルブがうなる。壁と床が同時に震える。マーラはその瞬間にレバーを下げた。歯車が噛み合う。昇降機のカゴが低くきしむ。操作音は消えなかった。だが夜間循環の水音と機械音が昇降機の駆動音を飲み込んだ。今なら聞き分けられない。昇降機はゆっくりと上昇を始めた。地下の赤い光が足元へ沈んでいく。代わりに上から冷たい空気が流れ込んできた。湿った木材、埃、人が暮らす場所の匂い、そしてまだ残る血と鉄の匂い。昇降機が停止した。目の前には厚い床板と古い防音材で囲まれた地下2薬室がある。その向こうから人の声が聞こえた。配達人に割り当てた宿は空だ。ノラ・レンの家も空だった。寝床も使われていない。ハッチの縁の泥も新しかった。2人のどちらかが触れた可能性がある。2人で動いている可能性は？まだ決めつけるな。ハッチの確認は終わりだ。C を呼べ。外れまで探す。マーラは目を細めた。ノラはまだ捕まっていない。少なくとも井戸裏でも自宅でも。だが時間はなかった。ノラもマーラもすでに捜索対象になっている。宿へ入ったように見せた小さな偽装ももう破られていた。無事でいなさいよ、ノラ。
マーラはセンチネルをホルスターへ戻した。銃を持ったまま外へ出れば見回り役たちとの戦闘になる。今必要なのは打ち勝つことではない。見つからずに野良へたどり着くことだった。地下200室の隅に小さな星用の出口があった。人が通常使う扉ではない。マーラは錆びた留め具を外し、細い通路へ体を滑り込ませた。その先には共同作業棟の裏路地へ通じる低い出口があった。外ではフラッシュライトの光が家々の壁を順番に照らしていた。捜索が始まっている。マーラは井戸へ直行しなかった。通りを進めば見回り役と正面からぶつかる。代わりに建物の裏を縫いながら井戸の近くまで移動した。風に揺れる布、低い塀、泥に沈んだ木材。昼間には目につかなかったものが夜には身を隠す場所になる。途中、マーラに割り当てられていた宿が見えた。扉は開け放たれている。内部をフラッシュライトの光が移動していた。誰かが寝台の下や古い棚の裏まで調べている。宿へ戻る道は完全に塞がれていた。野良の家がある方向にも複数の光が見える。二人の不在はすでに知られている。戻れる場所から潰してきたわけね。井戸裏が見える位置まで来るとマーラは足を止めた。見回り役たちはすでにハッチを確認している。板材の位置がわずかに変わり、泥の表面には調べたものの指跡が残っていた。ハッチそのものは閉じている。だが今夜開けられた痕跡はほとんど残っていなかった。ノラは約束を果たした。やったのね。安心するには早い。ノラ本人がいない。だが地面に争った跡はない。血もない。引きずられた跡もない。捕まったのなら何かが残る。ここに残っているのは井戸裏から離れた一人分の足跡だけだった。足跡はすぐに排水路へ入っている。水の中では痕跡は消える。普通ならそこで追跡は終わる。だがマーラは排水路の流れを見た。泥水の表面に残る薄い油膜、壁に付着した新しい泥、水草が一方向だけ倒れている。逃げただけじゃない。追われないように道を消したのね。ノラは考えて動いている。マーラは排水路へ降りた。冷たい水がブーツを濡らす。ノラと同じ道を進めばこちらも足跡を残しにくい。通りの向こうで声が上がった。集落の外れを探せ。水路沿いも見ろ。明かりを絞れ。余計な家まで騒がせるな。フラッシュライトの光が動き始める。井戸周辺から集落の外側へ、ノラの逃げた方向へ。あいつらが気づくのがもう少し遅ければよかったんだけどね。マーラは水音を立てないように進んだ。急ぎすぎない。だが止まらない。背後ではフラッシュライト、前方には闇に沈んだ古い共同洗濯小屋。赤い線はない。代わりにノラが水の中に残したわずかな乱れが道を示していた。共同洗濯小屋は集落の外れに取り残されていた。傾いた屋根、剥がれた外壁、入り口には壊れた木の扉が斜めに残っている。かつては住民たちが集まり衣服を洗い言葉を交わした場所だった。今は水も止まり誰も近づかない。沈黙だけが残っていた。マーラは扉を押さず壁の裂け目から中を確認した。腐食した洗濯台、ひび割れた水桶、天井から垂れた布、床には浅い水が溜まっている。人の姿は見えない。ノラ、返事はない。私よ、マーラよ。床下で何かが小さく動いた。マーラはその場にしゃがんだ。銃には触れない。壊れた棚と壁の間、板が一枚だけわずかにずれている。出てきて大丈夫。私一人よ。しばらくして板がゆっくりと動いた。暗い隙間からノラの顔が現れる。泥に汚れている。濡れた髪が頬に張り付き、唇は震えていた。それでも負傷はしていない。マーラ。ええ。ノラはすぐには出てこなかった。
マーラの顔、服、バッグ、その全てを確認している。本当に地下から戻ってきたマーラなのか、誰かに連れてこられたのではないか、慎重に判断している。やがてノラは床下から這い出た。立ち上がろうとして足に力が入らない。マーラが腕を支えた。無事でよかった。その言葉を聞いた瞬間、ノラの張り詰めていた呼吸が崩れた。泣きはしない。だが声を出すまでに時間がかかった。捕まったらあなたが下にいることまで知られると思ったから。それでハッチを閉じて開けた後を消したのね。できるだけ。蓋を調べられたら全部は隠せないと思ったけど。十分よ。開けたと断定できるものは残ってなかった。マーラはノラの肩と腕を確認した。怪我はない。泥と冷たい水で体が冷えているだけだった。その後で水の中を通って足跡まで消した。よくやったわ、ノラ。怖かった。ノラは目を伏せた。強がろうとはしなかった。今も怖い。見つかったらどうなるか。マーラが戻ってこなかったらどうしようってずっと考えてた。怖くても動けた。それで十分よ。マーラの声は穏やかだった。慰めるために事実を曲げてはいない。ノラは恐怖の中で必要なことをやり遂げた。マーラはそれをそのまま認めていた。地下で銃を撃ったの？一発だけ。何に？マーラはすぐには答えなかった。ノラが想像していたもの、住民たちが夜の口と呼んでいたもの、それが実在していたと伝える必要がある。あんたたちが夜の口と呼んでいるものよ。ノラの顔からわずかに残っていた血の気が消えた。本当にいたの？ええ、迷信じゃなかった。でもそれだけでもなかった。外でフラッシュライトの光が動いた。洗濯小屋の壁を白い光が一瞬だけかすめる。二人は同時に口を閉じた。マーラがノラを壁際へ寄せる。光はそのまま通り過ぎた。だが遠くへは行かない。見回り役たちは確実に近づいていた。洗濯小屋の中は再び暗くなった。外ではフラッシュライトの光が建物と建物の間をゆっくり移動している。見回り役たちは急いでいない。逃げ道を狭めるように順番に探している。私の家も見られた。ええ、私の宿も調べられていた。じゃあ二人とも探されてる。多分もう別々の出来事だとは考えてないわ。ノラは自宅のある方向を見た。壁の向こうには何も見えない。それでも彼女には家の位置がわかる。生まれてから何度も歩いた道、眠った寝床、わずかな食料を置いていた棚、朝になれば昨日までと同じ生活が始まるはずだった場所。私、もう家には戻れない。その言葉には恐怖だけではない。自分が何を失ったのかをようやく理解した重さがあった。マーラは軽々しく大丈夫だとは言わなかった。戻れるとも言わない。今夜は戻らない。でも明日になったら。朝のことは朝まで生きてから考えましょう。今全部決める必要はないわ。ノラはゆっくりとうなずいた。全てが終わったわけではない。むしろ今まで見ないふりをしてきたものがようやく始まった。イライアスは？マーラの手がメッセンジャーバッグへ触れた。中にはイライアスの手帳、金属タグ、クララへ宛てた途切れた紙片、そしてまだ開かれていないクララの手紙がある。手帳を見つけた。クララに書こうとした言葉も。本人はまだ見つけてない。ノラの表情が沈む。だがマーラは言葉を続けた。死んだとも決まってない。だからまだ終わってないわ。また下へ行くの？必要なら。でもその前に地上で確かめることがある。
長の家。マーラは答えなかった。答えなくてもノラには分かった。ラスク家、2度目の鐘、夜間循環、消された記録。地下で見つかったものは地上の秩序とつながっている。外で足音が止まった。洗濯小屋の正面。フラッシュライトの光が壊れた扉の隙間から差し込む。白い光が床を横切った。ゆっくりと室内を探る。マーラはノラの手を取り、床下の隙間を示した。先に入るよう促す。ノラは迷わず身を低くした。マーラも続いて床下へ潜る。板を元の位置へ戻す。床下へ潜る直前、マーラは足裏に伝わる配管の振動を確かめていた。次の吐き出しは近い。施設が動けば、その音が二人の呼吸を覆い隠す。ここも見ろ。誰も使っていない場所だ。だから隠れる。扉がきしんだ。誰かが中へ入ってくる。フラッシュライトの光が洗濯台を照らす。水桶、棚、床。二人が隠れている板のすぐ近くを光が通り過ぎる。ノラの呼吸が速くなる。マーラは暗闇の中でノラの手を軽く握った。動かないで。大丈夫。声に出さずそう伝える。足音が近づく。一歩。もう一歩。板の向こう側で止まった。長い沈黙。何か聞こえたか？水の音だけだ。その時、遠くで地下の夜間循環が大きく息を吐いた。地面が震える。洗濯小屋の古い水桶が鳴る。壁の配管が低くうなる。その音が床下の二人の呼吸を覆い隠した。井戸川で循環異常だ。ハッチの確認に人手がいる。戻るぞ。近口を優先する。足音が離れていく。フラッシュライトの光も消えた。扉がきしみ、再び閉じる。それでもマーラとノラはすぐには動かなかった。完全に足音が聞こえなくなるまで待つ。地下の呼吸が静まるまで待つ。言った？ええ。今はね。マーラは板を少しだけ持ち上げ、外を確認した。誰もいない。一度調べて誰もいないと判断した場所にはすぐには戻ってこない。夜が明けるまではここが一番安全よ。だが夜はまだ終わっていない。グレイウェルの沈黙も、イライアスの行方も、ラスク家が守ってきた秘密も、何一つ終わってはいなかった。ノラは帰る場所を失った。だが今度は一人ではない。マーラはクララの手紙を届けるためにこの集落へ来た。今そのバッグの中にはもう一つの届けるべきものがある。イライアスが残した真実。そして沈黙の中から逃げ出したノラ自身。夜が明けたら次の道を決めましょう。わかった。二人は暗い床下で静かに夜の終わりを待った。遠くでグルームモーが低く息をする。その湿った呼吸は集落の地下をめぐり古い配管を震わせていた。夜が明けたら私はどうすればいい？一緒に考えるわ。今度は一人で決めなくていい。ノラは返事をしなかった。ただ暗闇の中で静かにうなずいた。帰る家はもうない。それでも進む道まで失われたわけではなかった。